武装をすべて外された一機の飛燕。体当たりのためにあえて身軽にされた機体だ。この飛燕を AI で当時の色に蘇らせてみる。昭和20年冬、高度1万メートルの凍てつく空。一機の日本の戦闘機が酸素の薄い空をあえぐように登っていく。その機体からは機関砲も装甲も外されていた。パイロットに残された武器はただ一つ。自分の機体そのものだった。遥か前方には街を焼くために飛ぶ銀色の巨人がいる。長空の要塞 B29。この巨人はたった一機で一つの街を焼くことができた。それが何百機も編隊を組んで夜ごと日本へ押し寄せてくる。青年は操縦桿を握りしめ、その巨体めがけて突っ込んでいく。これはそんな時代の物語だ。日本の空がアメリカの爆撃機に埋め尽くされていく。若者たちが機体ごと体当たりしてでも故郷を守ろうとした80年前の物語。高度1万メートルを我が物顔で飛ぶ長空の要塞。日本の戦闘機はその高さに上がることすら難しかった。それでも諦めずに空へ駆け上がった名もなき男たちがいた。わずか24歳で戦隊長となり、自ら体当たりして生きて帰った男。夜の闇でたった一機巨人の腹を撃ち続けた男。九州の空で撃墜王と呼ばれた男。そして生き残ったエースたちが戦後もう一度日本の空へ帰っていく。彼らが命がけで守ろうとしたものは今の日本の空にどうつながっているのか。その答えは最後にもう一度考えたい。本土防空、その80年の物語をたどっていく。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。まず彼らが立ち向かった相手を知らなければならない。アメリカの4発の重爆撃機 B29。島から日本へ空襲にやってくる。 B29 は当時のアメリカの技術をすべて注ぎ込んだ怪物だった。機内は気圧が保たれ、乗員は酸素マスクなしで高い空を飛べる。飛ぶ高さはおよそ1万メートル。これは日本の戦闘機が上がるのもやっとという高さである。全身に多くの機関銃を備え、街を焼く焼夷弾を大量に抱いていた。10を超える機関銃があらゆる方向を睨んでいた。近づく戦闘機はまずこの分厚い弾幕をくぐり抜けねばならなかった。焼夷弾とは爆発ではなく火をばらまいて街ごと焼く爆弾のことだ。木と紙でできた日本の家々を根こそぎ焼くために作られた恐ろしい兵器だった。昭和19年11月、この巨人の大軍がついに東京の空に現れる。日本の空と長空の要塞との長い戦いが幕を開けた。当初 B29 は高い空から工場をピンポイントで狙う精密爆撃を試みた。だが日本上空にはジェット気流と呼ばれる猛烈な風が吹いている。秒速60メートルを超える暴風。その中では爆弾は狙いから大きく外れてしまう。工場を狙ったはずの爆弾が住宅地に落ちる。高い空からの精密爆撃は日本の空ではうまくいかなかったのだ。そこでアメリカは方針を変える。精密に狙うのをやめ、街全体を焼き払うことにしたのだ。南の島の飛行場にずらりと並ぶ B29 の大群。ここが日本を焼くための出撃基地だった。昭和19年、日本はサイパンやテニアンなどマリアナの島々を失った。アメリカはこの島々を日本を焼くための巨大な基地に変える。島から東京まではおよそ2400キロ。B29 なら往復できる距離だった。この距離を
10時間以上もかけて飛んでくる。搭乗員にとっても、それは極度の緊張を強いる長い任務だった。やがて指揮を取ったのがカーチス・ルメイという将軍である。彼は高い空からの爆撃をやめ、夜、低い空から焼夷弾をばらまく戦術に切り替えていく。何百機もの B29 が島の滑走路を埋めていった。その数は月を追うごとに増えていく。100機、200機、そしてついには300機を超える大編隊となった。夜の低空爆撃では B29 はさらに恐ろしくなった。昼間の高い空はいらない。だから重い機関銃や装甲まで外す。その分、より多くの焼夷弾を積んでやってきた。一機が本千発を超える焼夷弾を街にばらまいたのである。この大軍が毎晩のように日本を目指して飛び立ってくる。迎え撃つ日本には、そもそも敵の接近を早く正確につかむレーダーの技術が遅れていた。海岸の監視員が目と耳で敵機を探し、電話で知らせる。そんな旧式の網で音もなく忍び寄る大編隊を捉えきれるはずもなかった。気づいた時にはすでに敵は頭上にいる。迎え撃つ戦闘機が空へ上がる頃には爆弾はもう落とされた後だった。守る側の日本はこの途方もない数の要塞をどう迎え撃つつもりだったのか。地上から空を狙う高射砲、防空を担う地上の主力だった。敵の爆撃機を待ち構えて撃ち落とす。これを迎撃という。日本の迎撃にはいくつもの備えがあった。地上から打ち上げる高射砲、敵機を探す監視哨、そして空へ上がって直接戦う戦闘機である。だが高射砲には致命的な弱点があった。弾の届く高さ、つまり射高が B29 の飛ぶ1万メートルにまるで足りないのだ。必死に打ち上げた弾は要塞の遥か下で虚しく散っていく。富士山の上を悠々と飛ぶこの一枚こそ日本の防空の絶望的な現実だった。さらに迎え撃つ戦闘機にも深刻な問題があった。燃料が決定的に足りないのだ。訓練さえ十分にできず、若い搭乗員が未熟なまま空へ送られる。乏しい機体、乏しい燃料、乏しい経験、すべてが足りないまま、彼らは世界最強の爆撃機に挑んでいた。1万メートルという見えない壁。この壁を越えて戦うには命を削るしかなかった。酸素の薄い1万メートルではエンジンも人の体も思うように動かない。凍てつく寒さの中、意識を保つだけでも精一杯だった。手袋をしていても指はかじかみ、機関砲の引き金は重い。そんな体で時速500キロで動く要塞に狙いを定めねばならなかった。そんな極限の空へ日本の若者たちは日ごと上がっていったのである。そしてその壁に真っ先に挑んだ男たちがいる。首都東京を守る飛燕の戦隊だった。陸軍の3式戦闘機飛燕、首都東京を守った防空の主力だ。飛燕は日本では珍しい水で冷やすエンジンを積んでいた。そのため機首がすらりと細く、まるで西洋の戦闘機のような姿をしている。この飛燕を主力に東京を守ったのが飛行隊204-14戦隊だ。拠点は東京の調布飛行場、首都を守る近衛の飛行隊だった。この戦隊は皇居のある首都を守ることから特別な誇りを持っていた。機体を真っ赤に塗り、堂々と敵に立ち向かう飛行隊員もいたという。おければ天皇のいる都が焼かれる。その覚悟が彼らを支えていた。そしてこの戦隊を率いたのが飛燕の前に立つこの青年である小林照彦。昭和19年、彼はわずか24歳でこの戦隊の戦隊長に抜擢された。日本陸軍で最も若い飛行戦隊長だったと言われる。若さと勢い、そして部下への深い情を併せ持つ男だった。彼は部下を無駄に死なせることを何より嫌った。いつも自ら先頭に立って飛ぶ。その背中に若い搭乗員たちは心から従ったという。だがその飛燕にも泣きどころがあった。水で冷やす精密なエンジンは
整備が難しく、故障が絶えない。飛びたくても飛べる機体が揃わない日もあった。最新の機体を満足に動かせないほど、日本の国力はすり減っていた。その小林の船体が、やがて日本の空戦史に残る悲壮な決断を下す。今画面に映るのは、その決断を担った若者たちの姿。体当たりの部隊、新天制空隊の隊員である。飛燕の弾では頑丈な B29 をなかなか落としきれない。弾が足りず、高い空では機体の力も出しきれない。ならば、機体ごとぶつけて落とす。これを空対空の特攻、つまり体当たりという。爆撃機をたった一機の戦闘機の犠牲で確実に一機道連れにする。追い詰められた日本が最後にたどり着いた戦い方だった。昭和19年、この体当たりのための部隊が編成された。新天制空隊である。機体から機関砲や装甲を外して少しでも軽くする。そうして高い空の B29 に1秒でも早く駆け上がる。狙いを定め、そのまま体ごとぶつかっていく。出撃する若者たちは小さな人形のお守りを機体に忍ばせたりもした。死を覚悟しながら彼らは驚くほど淡々としていたという。守るべき町と家族がその真下にあったからだ。ある隊員は出撃の前日、いつもと変わらぬ様子で仲間と笑い合っていたという。そして翌日、静かに機体に乗り込み、二度と帰ってこなかった。淡々としていたのは覚悟がとうに決まっていたからだ。体当たりで散った隊員は一人や二人ではない。ある者は20歳そこそこで要塞に突っ込み帰らなかった。彼らの多くは故郷に待つ家族を残していた。その家族が暮らす町を守るために自らの命を盾にしたのである。部下に死を命じる隊長は自らもその死地に飛び込んだ。昭和20年1月27日、東京上空、小林照彦は自分の飛燕を一機の B29 へとまっすぐ叩きつけた。翼をもぎ取られた巨人は白い煙を引きながら東京の空から落ちていく。そして小林は砕けた機体から落下傘で脱出した。指揮官が自ら体当たりしてなお生きて帰る。その姿は部下たちの胸に消えない富を灯した。隊長が生きて帰るたびに若い搭乗員たちはまた明日も戦えると奮い立った。小林の存在そのものが戦隊の支えだった。今画面に映るのは小林の飛燕に刻まれたいくつもの撃墜マークだ。飛燕は東京湾の上空でも B29 を待ち構えた。だがどれだけ落としても要塞の数は減るどころか増えていく。体を張った迎撃さえ押し寄せる大軍の前では焼け石に水だった。一機の飛燕が落とす間に10機の要塞が町の上へ流れていく。それでも小林は飛び続けた。一機でも多く落とせばその下の町が少しでも救われる。そう信じていたからだ。その現実の前で日本はさらに切り札を求めていく。海軍の局地戦闘機ライデン B29 の迎撃のために作られた防空戦闘機だ。ここで局地戦闘機という言葉を噛み砕いておきたい。局地とは限られた自国の空だけという意味だ。遠くまで飛ぶ航続距離も空母から飛び立つ性能も思い切って捨てる。その分高い空へ一気に駆け上がる上昇力と大きな火力、その二つに全てをかけた戦闘機である。だがそのライデンの開発は難航を極めた。強力なエンジンは激しく振動し、視界も悪く事故が相次いだ。現場のパイロットからは扱いにくいと嫌われもした。それでも B29 に立ち向かえる数少ない機体としてライデンは前線へ送られていく。空母から出て遠くまで飛ぶこのゼロ戦のような戦闘機とは役割が正反対なのだ。ライデンはその局地戦闘機の代表だった。太い胴体に力強いエンジンと要塞を撃ち抜く大砲を積んでいた。このライデンを荒々しく乗りこなしたエースに赤松貞明という男がいる。
鮭と喧嘩に明け暮れる無頼感でありながら、いざ空に上がれば無類の強さを見せた。大伝はじゃじゃ馬のように乗りこなしの難しい機体でもあった。だが赤松はその暴れ馬をまるで手足のように操ったという。型破りな男たちが型破りな要塞に食らいついていったのである。首都を守ったのは陸軍だけではなかった。海軍にも防空だけを専門にする初めての戦闘機体があった。第302海軍航空隊。拠点は神奈川の厚木飛行場である。この隊を率いたのが小園安名という桁外れの司令だった。部下からは慕われ、上官には食ってかかる豪傑肌の男である。大伝やこれから語る月光を操り、首都圏に迫る要塞を迎え撃った。この302空には、昼を戦う雷電、夜を守る月光、そして偵察機まで集められた。昼も夜も休みなく首都圏の空を見張る精鋭の防空部隊だった。その小園が夜の空を守るためにある画期的な武器を考え出していた。前から撃ち合うのではなく、敵の弱点を下から突く。夜の B29 狩りがここから始まる。小園は部下を我が子のように可愛がる一方、上官の命令にも平気で逆らう豪傑だった。その型破りさが射銃という発想を生んだの。月光の切り札、射銃。夜の B29、迎撃の決め手となった武器だ。夜になると B29 は暗闇に紛れてやってくる。これを迎え撃つのが夜間戦闘機、月光だった。月光の最大の武器がこの射銃である。射銃とは機首の前ではなく斜め上に向けて固定した機関砲のこと。小園の狙いはこうだ。夜の闇で大きな B29 の真下にそっと潜り込む。そして下からその無防備な腹を打ち上げる。前から撃ち合えば要塞の無数の機関銃に蜂の巣にされてしまう。だが夜の闇では単焦灯が要塞を照らし出すのを待って下から忍び寄れる。光の中に浮かぶ巨体のその真下だけが月光の狩り場だった。この射銃という発想を小園は南方のラバウルですでに貯めていた。昭和18年、射銃をつけた機体が初めて敵機の撃墜に成功する。その戦果が認められ、月光は正式に夜間戦闘機として採用された。弱者の知恵が実戦で証明された瞬間だった。だが下から忍び寄れば、巨人は自分の腹を撃たれるまで気づかない。弱者が強者に挑むための知恵の武器だった。そしてこの月光を狩り、夜空で伝説となった男がいる。今画面に映るのがその男、遠藤幸雄。彼は射銃を持つ月光で暗い夜空に B29 を探した。単焦灯が照らし出す巨大な影のそのわずか下に音もなく忍び寄る。そして射銃の引き金を引き腹を撃ち抜いていった。視野で複数の B29 を落としたこともあったという。夜の防空戦を代表する紛れもないエースだった。だが要塞の反撃も激しさを増していく。昭和20年、遠藤の月光もまた B29 との死闘の末に撃ち落とされる。暗い夜空でたった一機巨人に挑み続けた男の才能だった。味方の単焦灯を頼りに遠藤は幾度も危険な短期での夜間迎撃に飛び立った。その果ての戦士だった。遠藤は月光を買って十数機の B29 を落としたと伝えられる。夜、たった一機で巨人に挑む恐怖は想像を絶する。それでも彼は警報が鳴るたびに暗い滑走路から飛び立った。街の灯りを守るために自らは闇の中へ消えていった。守る者たちは一人また一人と空に消えていった。その戦いは東京だけではない。九州の空にも B29 を追う男がいた。陸軍の錦福座戦闘機飛龍、北九州を守った総発の防空戦闘機だ。九州の北部には鉄を作る八幡製鉄所があった。
戦争を支える心臓部である。B29 はこの製鉄所を執拗に狙った。これを守ったのがトリューを装備する防空の戦隊だった。今画面に映るのがそのトリューを買った撃墜王、樫出勇。彼は九州に来襲する B29 を次々と撃ち落としていった。日本側の記録ではその数実に26機。乏しい機材で巨人に挑み続けたその執念は本物だった。樫出はトリューの重い機体を根気強く高い空まで上げ、爆撃機の隊列に食らいついた。一撃で仕留められなければ何度でも追いすがったという。樫出は戦後その体験を一冊の本に書き残した。題して B29 撃墜機。そこには巨大な要塞を相手にどう知恵を絞り食らいついたか、その一部始終が克明に綴られている。八幡製鉄所を狙う敵は昼も夜もやってきた。樫出は来る日も来る日も重いトリューで空へ上がり、その巨体に挑んだ。地上で働く人々の頭上を守るため、九州の空にへばりつき続けたのである。少ない機体で戦い抜いた男の生々しい記録である。ただし、この撃墜数は少し立ち止まって見つめる必要がある。なぜなら、日本の戦果報告とアメリカの損失記録には大きな開きがあるからだ。その撃墜数の真実に踏み込んでみよう。炎を吹きながら落ちていく一機の B29。日本の防空戦闘機が捉えた一枚だ。一方的に見えたこの空襲。だが、あの長空の要塞も無傷で日本の空を飛べたわけではない。本土への爆撃でアメリカが失った B29 は414機。B29 は対戦を通じておよそ4000機しか作られていない。そのおよそ10機に1機が日本の空から二度と戻らなかった計算になる。しかも B29 は当時の航空技術の最先端を行く機体だった。その最新鋭の巨人が414機も日本の空に落ちていったのだ。一方的に見えた空襲はアメリカにとっても決してただではなかった。414機。それはあの圧倒的なアメリカが日本の空で払った確かな代償だった。その空には命がけで巨人に挑んだ日本の若者たちがいた。日本の空はただ黙って焼かれていたわけではない。だがこの戦いはそもそも初めからあまりに不公平だった。そもそも日本とアメリカでは兵器にかけられる国力が桁違いだった。そのことが1機の戦闘機と1機の B29 の値段にはっきり現れている。日本を代表する戦闘機ゼロ戦。ゼロ戦は武装まで含めて1機およそ15万円。安いからこそ1万機以上を量産できた。今の価値に直すと1機およそ1億5000万円ほどだ。一方 B29 は1機およそ64万ドル。今の価値では十数億円にもなる。さらに驚くのはその開発計画の総額である。 B29 の計画には当時のお金でおよそ30億ドルが注ぎ込まれた。これはあの原子爆弾を作ったマンハッタン計画の費用をも上回る。つまり原爆を作るよりその原爆を運んだ爆撃機の方が高かったのだ。15万円の戦闘機で原爆より高い要塞に挑む。国力の差はそのまま日本の空に重くのしかかっていた。海軍のロケット、局地戦闘機、終水、幻に終わった切り札の一つだ。高い空の要塞により早く届きたい。その執念が常識外れの新型機を生み出していく。技術者もパイロットも少しでも早く要塞に届く一機を求めていた。だがその焦りが無理な設計と危険な機体を生むことにもなった。終水はプロペラではなくロケットの力で一気に空へ突き上がる局地戦闘機だった。
高度1万メートルまでわずか数分で駆け上がる計画だった。もう一機、神殿というプロペラを後ろにつけた奇抜な戦闘機も試作された。だが、どちらも間に合わなかった。終水は初めての試験飛行で事故を起こし、神殿は数回飛んだだけ。そのまま日本は終戦を迎える。終水の初飛行では上昇の途中でエンジンが止まり、テストパイロットが命を落とした。夢の切り札は味方の空でさえ人を殺めたのである。終水はドイツのロケット戦闘機を手本に急いで作られた機体だった。潜水艦で運ばれた設計図をもとに日本の技術者たちが必死に形にした。だが燃料は不安定で扱いを誤れば機体もろとも爆発する。夢の切り札はあまりにも危険であまりにも遅すぎた。幻の切り札はついに実戦の空を守ることはなかった。そして切り札を待つ間にも要塞は街を焼き続けていた。昭和20年3月、日本は硫黄島を失った。この島はマリアナと本土のちょうど中間にある。アメリカはすぐにこの島へ戦闘機を進めた。以後 B29 には長い距離を飛べる P51 という戦闘機が護衛につくようになる。これで本土の空の力関係は決定的に変わってしまった。守る日本機は要塞だけでなく腕利きの護衛戦闘機とも戦わねばならない。颯や正気といった陸軍機も必死に食い下がった。だが数でも質でも燃料でも日本は追い詰められていく。防空戦闘機の損害はみるみる増えていった。昼間高い空から舞い降りる P51 は旋回性能でも速度でも日本機を上回っていた。迎え撃つはずの戦闘機が逆に駆られる側になっていく。そして制空権を失ったその空の下であの悲劇の夜が訪れる。昭和20年3月10日の未明、300機を超える B29 が低い高さから東京の下町に舞い降りた。そして無数の焼夷弾を雨のように降らせる。木と紙の町はたちまち逃げ場のない火の海になった。今画面に映るのはその炎が過ぎ去った後の東京の姿だ。この一夜だけで亡くなった人はおよそ10万人。負傷者は15万人を超え、100万人以上が家を失った。見渡す限り何もかもが焼き尽くされ、瓦礫だけが残った。守る戦闘機はこの夜ほとんど手を出せなかった。低い空を無数の要塞が火をばらまいて過ぎていく。男たちが命がけで守ろうとした故郷の空はこうして地獄の変わっていった。川に飛び込んだ人々はそのまま冷たい水の中で息絶えた。夜が明けるとそこには見渡す限りの焼け野原だけが残っていた。隅田川には火から逃れようとした人々が折り重なって倒れていた。川面は無数の遺体で埋め尽くされたという。熱風は人を瞬く間に焼き尽くした。逃げ惑う人々の悲鳴は炎の轟音にかき消されていったという。わずか2時間ほどの空襲で下町は丸ごと消えた。これは軍隊ではなく逃げ場のない一般の人々を狙った攻撃だった。それでもこの夜の空にも飛び上がった戦闘機はあった。だが低い空を埋め尽くす無数の B29、立ち上る炎と煙の前ではもうなすすべもなかった。守る者たちは燃える街をただ見下ろすしかなかったのである。この夜を境に日本の防空は事実上限界を超えた。それでも空襲は終戦の日まで容赦なく続いていく。エレムに包まれる大阪の街。東京に続いて焼かれた大都市だ。焼夷弾による無差別爆撃は東京だけでは終わらなかった。名古屋ではあの名古屋城までもが炎の中で焼け落ちた。神戸が焼かれ、横浜が焼かれ、日本の主要都市が次々と火の海に沈んでいく。その数
大小合わせて実に100以上の都市、軍需工場のある大都市から野もない地方の町まで、焼夷弾は容赦なく降り注いだ。日本という国そのものが上空からじわじわと焼き殺されていく。守る戦闘機も燃料ももう十分には残っていない。日本の空は事実上敵に明け渡された状態になっていた。町では猛獣が逃げ出す事態を恐れ、上野動物園の動物たちまで殺された。戦争が人だけでなく町のすべてを飲み込んでいく。それでも迎撃をやめなかった男たちが確かにいた。燃料をかき集め、傷ついた機体を直し、彼らはなおも空へ上がり続けた。勝てないと分かっていても飛ぶことをやめなかったのである。今画面に映るのは出撃を前にした若い隊員たち。ここでこの空の戦いで散った命の数を見つめたい。体当たりを含む神風特攻で戦死した若者は全期間でおよそ3800人。一方、日本を爆撃した B29 の搭乗員も戦死や行方不明がおよそ3000人。体当たりで散った日本の若者と要塞で死んだアメリカの若者はほぼ同じ数。同じ日本の空の上で敵味方の若者が近い数だけ命を落としたのだ。だがもっと多くの命が地上で失われていた。全国の空襲による民間人の死者は合わせておよそ50万人。特攻で散った若者の100倍を超える人々が本土の空襲で亡くなった。兵士でもない、武器も持たない人々が圧倒的に多く死んだ。老人も女性も子供も区別なく焼かれた。これこそが本土防空という戦いの本当の重さだった。迎え撃つ男たちはその事実を誰よりも痛いほど分かっていた。自分たちが落とせなかった一機が次の町を焼く。その重さを背負って彼らはなおも空へ上がり続けたのである。守る対象は軍の陣地ではなく生きている国民そのものだったのだ。だからこそ迎撃に失敗するたびに彼らは深い無力感に苛まれた。迎え撃った男たちはその国民の一人一人の顔を知っていたわけではない。それでも彼らは地上のどこかにいる名もない誰かのために命を燃やした。それが本土防空を戦った者たちの偽らざる思いだった。勝ち目のない戦いだと彼らも分かっていた。それでも一機でも多く、一日でも長く、故郷の空にしがみつくように彼らは最後まで戦い抜いた。前線の海ではなく故郷の空こそがこの戦争の最大の戦場になっていた。彼らが守ろうとしたのはこの名もない人々の命そのものだったのだ。空では長空の要塞が街を焼く。その一方で地上では人々が竹の槍を握らされていた。1万メートルを飛ぶ B29 に竹槍が届くはずもない。それでもそうするしかないところまで日本は追い詰められていた。そして昭和20年8月15日、玉音放送が流れ、戦争は終わった。長かった本土防空の戦いもこれで幕を閉じる。だが厚木ではそれを受け入れられない男がいた。第302航空隊の司令小園安名である。小園は徹底抗戦を叫び、部下と共に反乱を起こす。この厚木事件は数日後にようやく鎮められた。守るべき空を最後まで手放せなかった男の悲しい抵抗だった。小園は後に軍法会議にかけられる。狂気とも忠義とも言われたその行動は時代に取り残された軍人の最後の叫びだった。やがて反乱は収まり、厚木の飛行場にはアメリカ軍が進駐してくる。かつて B29 を迎え撃った空に今度は勝者の輸送機が次々と降り立った。日本の空はこうして完全に敵の手に渡ったのである。こうして飛燕や雷電、月光の時代は終わりを告げる。焼け跡から日本は驚くべき速さで立ち上がっていく。そして昭和29年、再び日本の空を守るために航空自衛隊が生まれた。
その空を飛んだ日の丸をつけた銀色のジェット機。焼け跡から生まれた新しい空の守りだ。もう飛燕や雷電の姿はない。代わりにプロペラのないジェットの時代が始まっていた。そしてこの新しい空を飛んだのは意外にもあの戦争を戦った男たちだった。はやぶさなどを買ったネエース黒江康彦は戦後航空自衛隊のテストパイロットになる新しい機体をその手で確かめ日本の空へ送り出し続けた。そしてあの千年少戦隊長小林照彦もまた航空自衛隊のパイロットとなった。かつて飛燕で東京を守った男たちがジェット機で再び同じ空へ帰ってきたのだ。だが小林照彦の戦後は長くはなかった。昭和32年彼は訓練飛行中の事故でこの世を去る。体当たりを生き延びた男が平和な空で命を落とした。空に生き空に散った生涯だった。彼らにとって空を守るという任務は戦争が終わっても変わらなかった。今画面に映るのは日の丸をつけた一機のジェット戦闘機 F86 セイバーだ。航空自衛隊が最初の主力とした戦闘機である。かつて飛燕や雷電が守った東京の空を今度はこのセイバーが飛ぶ。黒江康彦はテストパイロットとしてこの新しいジェット機を飛ばした。未知の機体に真っ先に乗り込むのは命がけの仕事である。かつてはやぶさで戦った男が今度は平和な空の安全のために危険を引き受けた。新しい機体には必ず未知の危険が潜んでいる。その危険を最初に自分の身で確かめる。それがテストパイロットの仕事だ。戦争で培った腕と度胸をクロエは次の世代の空のために使い続けた。守る形は変わってもその覚悟は少しも変わっていなかった。プロペラからジェットへ時代は目まぐるしく移り変わった。だが日本の空に危険が迫れば真っ先に飛び立つ者がいる。その一点だけは飛燕の時代から何一つ変わらなかった。飛燕を買った男たちが命がけで守った空はこうして次の世代へと手渡された。途切れることなく今へと続いていく。自衛隊の制服に身を包んだ黒江康彦。飛燕のエースはこうしてジェット機の時代を生き抜いた。守る翼はプロペラからジェットへと姿を変えた。だが日本の空を守るというその一点だけは少しも変わっていない。飛燕の男たちがつないだ任務は途切れることなく続いていく。そしてその任務は今この瞬間も続いている。現代の空で彼らの意志を受け継ぐ者たちの姿を見てみよう。今画面に映るのは現代の日本の空を守る最新鋭の F35。防衛省が公表している一枚だ。現代の本土防空をスクランブル緊急発進という許可なく日本の空へ近づく国籍不明の航空機。それに対して戦闘機が緊急発進し警告し監視する。これが大量空侵犯措置だ。その回数は決して少なくない。令和6年度その緊急発進はなんと704回に上った。相手の内訳は中国機がおよそ6割、ロシア機がおよそ4割、特に沖縄の那覇を拠点とする部隊が全体の6割近くを占めた。警報が鳴ればパイロットは数分で機体に飛び乗り空へ駆け上がる。1分1秒を争って高い空を目指すその姿。それはかつて新天制空隊の若者が要塞めがけて飛び立った姿と確かに重なる。80年前の防空戦は遠い昔話ではない。今も続くこの空の守りの原点なのだ。今の航空自衛隊は F35 の他にも F15 や F2 といった戦闘機を備えている。全国の基地でパイロットが24時間待機している。警報が鳴れば昼も夜も数分で空へ上がる。80年前飛燕の若者がそうしたように今も誰かが空を見張り続けているのだ。日本本土防空その80年の物語をたどってきた。高い空の
超空の要塞 B29 に飛燕や雷電、月光で挑んだ男たち。弾が届かないなら機体ごとぶつける。そこまで覚悟した新天制空隊の若者たち。最年少の戦隊長として自ら体当たりし、生きて帰った小林照彦。夜の闇で射銃で B29 の腹を撃ち続け散っていった遠藤幸雄。九州の空で撃墜王と呼ばれた樫出勇。日本側の記録とアメリカ側の記録には大きな開きがあった。それでも乏しい機材で挑み続けた事実は決して消えない。守りきれず東京大空襲だけで一夜に10万人が亡くなった。全国の空襲ではおよそ50万人が命を落とした。だが生き残ったエースたちは戦後自衛隊の空へと帰っていく。飛燕を勝った男がジェット機で再び日本の空を守った。守る翼は飛燕からセイバー、そして今の F35 へと姿を変えた。冒頭の問いを思い出してほしい。昔の防空戦は今のスクランブルにどうつながっているのか。答えははっきりしている。空から国を守るという任務は80年を超えて受け継がれてきた。令和6年度もその緊急発進は704回を数えた。カラーで蘇った写真の中に彼らは確かにそこにいた。高い空を見上げ故郷を守ろうとした男たちが。私たち日本人はそのことを忘れてはいけない。あなたはこの本土防空の物語をどう感じただろうか。ぜひコメントで聞かせてほしい。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が心に残ったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。